よし。準備中とかではなくて、いきなりのスタートです。私は YouTube で収益化を目指してやってたんですけど、いざやってみると、レベルがね、いろいろなものがあるのを気づいたので、あれ、ピンポーンっていうの、よし。無言の間、後でこれはね、カットしてるので、一人で、この2時間ね、勉強しようと思います。私がこんなものでお金取っていいのとか思いますけど、それみんなも思うんですよね。だからやってみます。結構超指向性のマイクだから横を向いて話すだけでもね、聞こえづらいんですよ。はい、こんばんは。見ない顔ですね。どんなあっただろう。なんかこう、リアリティで見たかな。ちょっと、今から勉強するところです。概要欄にも書いてあるんですけどね。今ちょっとトランキングしてないのは横を向いてるから。それは良かったです。音は大丈夫かな？ハウリングはしてないかな？ OK。前回の反省からね、ハウリングしない、音がないとか、ね、出力されてなかった。モニターだけだったので、出力をちゃんと確認してやってます。いや、今回は順調にね、配信できてよかったです。20分間ずっとね、無言で喋ってたので。さて、お金の生み出し方編についてまとめていきます。同時、接続者数は7とか6とか書いてありますけど、本当かな？よし、地味にね、始めていく。中田さんの動画。私これめちゃくちゃ、参考になったので、いつかな？ 2 日前かな？ 4 日前かな？配信したばっかりで、参考になったんです。よし、見ていこう。ロジック中に、ツリーにまとめていくよ。会社員やってる方もですね、バイトだよという方もですね、やっぱなんか自分でね、もう商品を売ったりサービスを売ったりすることを覚えないと、将来不安ですと、チャレンジしていこうという方たくさんいると思うんですよ。もちろんね、投資をするとかっていう話もあるんだけども、投資をするのまず元手が必要だっていう話もあると思うんですけど、投資を始めた。私の初任給が何万円だったっけ ?20 万円で。それで日産の株を買ったのを覚えてますね。1日で売ってしまって千何十円の赤字だったのを覚えてます。で、まず投資するために元手が必要で、元手っていうのは、本業プラス副業をする必要がある。よし。これは後ろに表示されるのか。お金の生み出し方。手数が稼げるようになるために押さえておくべきポイント。ありがちな思い込みとは。よし。ははは。なんというかな。頭のいい悪いとかでできるできないとかじゃないんですよね。私だって IQ80 って言われてますけど、全然そんなこと感じないですね。勉強した時間、費やした時間が長ければ、絶対技術力は普通の人より上がるはずなんですよ。たとえ、物覚えがね、普通の人の半分だったとしたらもう倍勉強すればいいわけなんで。人より、いや、違うな。人と比べるよりも時間をかけることに覚悟ができるかどうかなんですよね。自分ができないとか、それは自分に制限をかけてるに過ぎないです。病気って性質的なものなんでしょうかね、それは本当に。ADHD とか診断されて IQ が80とか言われても、全然気にしないですね。それは自分の能力。じゃあ上げる方法を考えればいい。いろんな柔軟な考え方があります。私だったら、デバイス、アプリ、そういうものを使って補っています。
自分の能力をね、何倍にでも引き出せます。で、できなかったらもう人にお願いしてしまう。それでできないって言うんだったら頼んだ人が悪いです。じゃあ頼まれた人が悪いです。まずはどうしようかな。この本の概要はどこだ？あ、誰でもできる、きつくない。お金の正しかった。よし。これをやってと。A3 本体。まあ、一見私の配信ってね、すごく退屈でつまらないように聞こえますね。でもこの説明の動画にも書いてあるんですけど、みんなに面白くてある必要はないんですよ。勉強の雰囲気が伝われば、よし、小春さんが勉強してるから私も勉強しないとなとか、そういう気持ちになればいいんです。よし、ほら。図書館で勉強がはかどるのはみんなが頑張って静かにしてるからなんですよね。かつ自分がやれることっていうのはいきなり音をもう図書館で出して YouTube 見るっていうのもできないのでコードが制限されるから、もう勉強するしかないなっていうわけで気分がスッキリなると思います。あの時、そういう心理をしてれば図書館に行って勉強したでしょうね、私も。これどうやって画面消えたんだっけ？これ。よし、これ。よし。いいね。軽く Amazon でこの本を調べて、ベストセラーに間違いなく出てきたから、この画面をクリックして、よいしょ、上にやる。で、ここにくっつける。よし、見出し OK。白いんですよ。これはですね、私自身も、やっぱりね、事務所を辞めてですね、フリーランスとして YouTuber 兼芸人としてやってるわけですけども、言ったらいろんな商売もやってますから、売ったりとか、アパレル売ったりとか、やったりとかいうようでありますね。ですから僕自身もですね、いろんな環境を、複数の業とかで副業をやってるわけですよね。サイドビジネスが副業ではないですね。複数副業をやることによって、副業状態になるでしょうというふうに言えるわけなんですけれども。そう。YouTuber をするにあたっていろんなことをする。ブログを書いたり、歌を歌ったりね。はい。種田さん、お帰りなさい。複数回ね、来週を毎回ありがとうございます。初めて見る人っていうのは挨拶をしなくてもいいかなって最近思い始めてるんですよね。そこに咲く時間に意味はあるでしょうか？という。あとはね、気分的に悪いっていうのもあるけどね、こんばんはってこれって売名目的に来ているのでは？とかね。相手にしてほしいから、ただ単にコメントして、で、もう自分の配信してる内容に全く興味ないけど、自分のこんばんはに存在を肯定してほしいからではっていう承認欲求ですよね。もう脳死でそういうコメントしちゃう人がいるので、そうするとコメントする人が少ないですけど、本心は私はそう思いますね。種田さんも、YouTube、長期視聴維持率っていうのかな。長い動画が投稿できれば、あとは収益化できるはずなんですよね。そうなんですよね。自分の売る商品があるから YouTube で配信するコンテンツは作るんですよ。商品は、基本的に、こうやって、よいしょ。プレステ4ですか？今。なんでかな。どうですか？今の時って言ったら、プレステ5じゃないですかね。なかなか手に入らないとも聞きますけど。こうやればいい。はい。でも、なんていうかな、共感をするのであれば、ゲーム実況をやるためには、やっぱりゲームの機材が必要ですよね。パソコンゲームもできますけど、パソコンとゲーム機別で処理を行うことによって安定するっていうのは感覚があります。これを見ると、商品は基本的にこう売ればいい。気持ち、ロジックでも整理がつく。
そういう感想です。だからもう、見るだけでは覚えない。学校の勉強でも教科書を見るだけでは絶対に覚えないので、やっぱりこうやって書いてみる、聞いて覚える、見て覚えるで、復習する。こうやって覚えていく。さらに一番いいのは、自分が勉強したことを人に教えること。人に教えるためには、理解しておく必要がある。話せる状態にあるためには、覚えて復習しておく。で、整理しておかないとダメなんですよね。そうなんですよね。根本的な悩み。そう、こうやると売れるよとか言うけど、人に売れる商品やサービスがないと悩んでいる。私はそう思いますね。普通そうなんですよね。雑談配信とか、ゲーム配信。これで売れるのかっていうと、全然そういうレベルではないと思う。ただ、売れるっていうね、実際には売れちゃうという。サービス、品質が高くある必要はなくて、で、希少性の価値とか、差別化とかは、もう必要もなかったという話、あった方がいいですけどね。よし。思ってますね。そうだね。これ、あえて無言にしてるんですよね。無言にしてる時間っていうのはカットできる。AI 自動カットの対象となるので、再度アップするときにいい作品ができるんですよね。無駄なことを書いて話すより。音楽は録音のトラックには含まれていないので、改めて好きな音楽を入れることもできますね。よくできてる。最低アーカイブで残すときには、そういう AI で編集されたもの、海外英語に翻訳されたものを投稿しています。あれ意外と大変なんですけど、私はそれくらいこだわり持ちますね。誰が見るっていうわけでもないですけど、これは過去の自分に向けて作っている動画、記録用の動画として残してるんですよ。あと配信してるとね、もう気軽にはやめられないので、よくみんな6時間やれますよね。そんな6時間も喋ることあんの？いや、どうせくだらんこと喋ってるだろう。って私は思います。思ってる私が思うだけであってね。それは、重々。悪態を言うのは良くないな。正直に言うのはいい。今あるもんね。売れますよ、ということ。本当に？そうだ、これを、録画しておく必要があったんだ。文字起こしのやつがあって、それをね、読み込ませるために、一回コピーする必要がある。視聴履歴から見て、黙っとこう。YouTube を録画中、
YouTube エクスプローラーというものでね、コピーできますよね。それが1分。配信をしてる分、やっぱり通信速度が遅いですね。最低1時間は勉強しよう。よし。いや、何が笑ったかっていうと、一瞬入ってた人がいるけど、まあ様子見で見る人が多いからね。で、同時視聴者数が6って書いてあるけど、これ6みんな私じゃないかな。そんなわけないかな。ゆっくりでリンクを貼ると、1カウントされるとか。そんなわけないよね。IP でカウントしてるはずだし。意外と分析に時間かかるな。ようやく半分。元の動画はどこまで進んだっけ？よし、テストを終わり。そう、これ、どこで何を言ってるかがね、だいたい字幕に呼び起こしができるんで、ストップする、巻き戻しするっていうことが少なくなります。私小春なら、よいしょ。歌舞伎の儲け方だったり、YouTube の収益化とかね。よいしょ、そう。疑問に思うこと、それは、お金取れるレベルですか？って言うんですよ。売れる自信に至りますっていう感じかな。2つの原因。これという形態に皆さんが慣れていないからです。
酬ではなくて、皆さんがもらい慣れてるのは給与、これですよね。給料をもらうことには慣れてるんです。給料をもらう形態が普通だから。まあ私も給料をもらう形態に慣れてるので、そう。自分の商品を売るというのにはまだまだ慣れてないですね。自分のホームページやプレゼンテーションが1万2万で売ることもありますけど、あまりないっていうか、飲食店の友達にくらいなんですよね。まあおそらくそれは商品として売る価値があると今では思いますね。給料と報酬の違い。どういうことですか？給料の存在すら知らずにっていうことは、無給でもいいから働くってことですか？本質、給料っていうのは、時給いくらとか、月収いくらとか、そういう時間で決まっているもの。報酬というものは、Google みたいに、YouTube みたいに、結果でもらうお金が違ってくる。だから、長い時間をかけても、そのコンテンツができればそれでいいんですよね。もう、1日で終わるんだったら、もう1ヶ月分の給料をもらうとか、そういうものが報酬となります。そんなことを言いたいですよね。働いた時間に対して払われるものです。そうですね。時給とか月給というのは何を出したかではなくて、何時間働いたかとか、何日働いたかで決まるものですね。じゃあ報酬というのはそれはこの商品がここはスクリーンショットしておく。これは私が見てる画面になりますね。右上で配信画面、左上がファイル管理。どうしようかな。こっちだけでいいかな。給料。よいしょ。この画像を貼り付けるだけでいいかな。慣れてますから。何がね、絵の IQ が80なんですかね。絵を描くのに3000円ってね、いうここならでしたけど、絶対3時間で描けるものなんですかね。いや、仮に3時間で描けたとしても、時給1000円ってみんなと同じできること。そこに価値ってもう少しあった方がいいと思う。いや、だから彼女の描く絵というのは絶対割安なはずなんですよね。だから、急ぎで今は私いらないです。結果的には絶対注文すると思います。今後ね、値段を上げなかったらというか、上げても注文するでしょうね。ですから、コンビニのバイトでですよ、ね。この朝からもう僕だから彼女のやってることはすごくお買い得だなと思って買ってます。それに対してお金がないというものは、ないという発言、その人の前での発言はもう失礼極まりないですね。申し訳ない。私はそうかと思います。多分そのお金とは何か。お金って何って聞かれたら、
いや、コインでしょ紙でしょっていう人はね、もうまだまだですね。結論を言うと、そのお金というものはあると、絵も依頼できるし、VTuber にたやすくなれるし、自分の不利な状況をこう打開するだけのパワーがある。なんだったら働かなくても、自分の都合のいいように人をこき使うだけのパワーがあるんですよね。お金には強大なパワーが。それを、パワーの性質を理解する必要がある。ドラゴンボールとかね、そういう木のエネルギーをコントロールするイメージかな。そうです。みんなお金について働いているのに、お金っていうのは汚いものだ。だから、夕飯でする話じゃないとか、家族でする話じゃない、友達でする話じゃないとか、それって日本のね、習慣っていうか、世間の洗脳なわけなんですよね。知ってもらったら都合が悪いことなので、私は大学の時にそれを気づいたんです。気づいたし、教えてもらいました。なんていうかな。めちゃくちゃな、大富豪のね、おじいちゃんに会ったので、おじいちゃん淡々と話してくれたんですよね。なんでそんなにお金持ちだったの？お金持ちなんですかって聞いたのが人生の分かれ目でしたね。どうせね、教えてくれないだろうと思ったので、ふざけて言ったのが学生の時に、って普通に教えてくれたから。あれがなかったら今の私は絶対いないですね。普通に未だに会社員をやってたと思います。こういう世界があるっていうのも知らずに、なんていうかな、他人に惹かれた指示されたことをやる。それでね、与えられた土日の休みにゲームをして、で、ゲームをしたところで何をした？人に喜びを与えるかってそういうわけでもなく、ただ枯れ草のように死んでいくみたいな生き方でしょうね。そうですね。もう何十億持ってますね。何十億持ってるとやっぱりお金に執着が全くないんですよね。そうそう。なんだっけ。何でも注文していいよって言われたから、私ね、うなぎ注文しましたね、レストランで。じゃあうなぎでって。一番高いうなぎでって。普通に嫌な顔せずに、じゃあうなぎ1個って。ははは。ちなみにどういう贅沢をしたいんですか？そう、結果次第でもらえること。でも結果が出なかったらもらえない。これ会社だったらまずいから、時間制にしてるんですよね。給与制に。だから、脳なしがバカが働いても給料は払わないと会社はいけないので、やっぱり採用には慎重になるべきなんですよね。だから私が会社を立ち上げて、社員を雇うとすれば、やっぱり報酬制でしょうね。それは贅沢と言えますかね？いや、そんな全然贅沢じゃないです。贅沢というものは、余計にとか、不要なものっていうか、なんだっけ、やりすぎていうか、なんか違うな。まあ、必要だからそれを買うわけであって、何が贅沢かって、それは違うと思うんですよね。私が言いたかった贅沢っていうのは、自分には役には立たないけど、人に見せびらかすようなブランドのバッグだったり、高級車だったりするわけ。
同じ距離を走るんだったら、燃費のいい軽自動車がいいのに、何倍も燃費が悪くて、ガソリンじゃなくて廃油を使う、廃油指定の車に乗ってしまうっていう。それって贅沢なんじゃないのっていう。まあ、あったら乗りますけどね、私も。それって、どうなんだ？まあ、するかもしれないですね。ラスベガスに興味はないんですけど。そうするとドキッと気もしますね。自分で売る商品を、自分でこう商品を売るからには、自分でこう価格を決めないといけない。で、よくあるがちなのが、安めに設定するっていうことなんですよね。私もですけど。ただ、何の実績もないのに、もらってもいいのという状態でこの動画が現れたんですよ。だから、もう少し強気に出てもいいんじゃないかなと思える動画です。一回英語コーチング受けたらいくら？1個のカゴバッグいくら決めなきゃいけないんですよ。ドキドキしますね。怖いですね。なんで怖いですか？高いって言われるの怖いですね。高い。まだこれ、ロジック3を見てみると、給与形態の話から出てないんだ。うん。違うな、報酬でもらうことに慣れていないから。これが一番の答えでしょうね、赤。はい、もう一つが、お金に対するお金に関する知識。やっぱりね、投資をやってよかったなと思いますね。お金に詳しくなって、税金に詳しくなって、人を雇う意味というのも分かって。だから、なんていうかな、VTuber でゲーム実況、いきなり VTuber から始める人と比べて、目標、方向性というものには自信がありますし、全然有名でなくてもいいという確信がありますね。うん。これは中田さん、どうやって家に帰るのかな。
有名であった方がいいと言われるし、YouTube とか SNS 上は有名だから、有名になっていこうって思いますけど、それって、ごく一部の人であって、再現性がまずちょっと低いということと、自分たちにできるのかっていう。かつ、何かな。いいや。価格はどうやって決めているかですよね。ちなみに私だったら他の人の相場を見ますね。メルカリを始め、他社と比べる。正直言って他の人の最安値に合わせてましたね。今考え直してみると、株っていうのは人の気持ちで上がり下がり、需要が決定されるので、だからもう少し私はそれを反映されて上にしてもいい気がするんですよね。そこについての自信と実績がないというのが今の状況で、YouTube であることを加味すると、どうかな。まずは商品を売るところから始めないとね。メンバーシップをやったところで一体誰が買うのかって思っちゃうのが今の現状の私だな。お値段以上ニトリ。信用は必須なんですよね。ただ、この本で書かれているのが、その信用の敷地が低いという。意外とね。はい。出口さんね、こんばんは。以前もいらっしゃいましたね。今は YouTube のメンバーシップとか、有料コンテンツとかな、NFT で販売するのにあたって、誰にでもできることなのかについて配信しています。お金をもらうっていうことに怖いじゃないですか。ほら、アルバイトとかみんな聞いてるのでわかりますけど、時給でもらってることに対して、報酬で YouTube とかそういうものはもろに報酬じゃないですか。いや、何時間もちょっとやっただけなのに、こんなもらっちゃっていいんですかっていうことに慣れてないかららしいんですよ。私もそう思います。で、その人から買ってもらうためには、高い信用がいるんじゃないか。でも実際は、30人ぐらいのファンがいれば、私一人っていうか配信者だったら一人が生きていけるんですっていう話。地下アイドルでもね、あれで十分生きていける生活費が賄えているのは意外なんですよね。社畜がもう稼いだ全てを注ぎ込んでみたいな、そういうレベルの人が30人いれば十分生活ができる。一体あなたの技術はいくらで売るべきなんでしょうか。響きますね。ははは。
ていれば、そのメカニズムを知っていれば、あなたは狂信から解き放たれます。っていうね。お金に絶対変わる。お金に絶対に変わる。あなたの好き、商品は今のままでもお金になる。X マインドでまとめると、これどの位置ですか？単純に考えて、売れる自信につながります。よし。ここかな。私こういう勉強好きですよ。だから学年で一番単位を取りましたし。ねえ、びっくりした。一番になろうと思ってやってないですからね。いやー、この木だったらあれいけるよとか。あ、3つ揃ってから載せよう後で。みんなからすごいすごいって言われたらそれが普通になるんですよね。だから YouTube とかで意外と反響が出ないと落ち込むんですよね。この落差っていうのが。これを、途中校で気になったけど、聞いてるってわけか。聞いてるのね。いや、挨拶することにどういうメリットがあるのかなと思ったんですけど、まあいいや、ね、勉強中だから。よし、これで、X マインド。ひたすらにこういう地味に努力するの。いやー。また奥が深い。いきなり。価格は何で決まると思います？No. ダメな回答。クオリティが一緒なのに価格が変わることあるの？そう、私は YouTube の攻略とかについて話していますけど、で、パッと来て、パッと離れる人っていうのは、美味しい話だけ聞きたいわけなんですよね。
ちょっとそんな長い話はいいからさ、秘訣って教えてくれよ、みたいな。いや、それね、聞いたところで、じゃあプロになりますかっていう、ダメなんですよね。あるよ。独学も必須か。いや、言ってしまうとね、これ、もうほんとこの動画にも載ってますけど、独学も必須か。そう思われることを想定した質問がやってるから、やっぱり中田さんすごいなと思っています。独学なんかしたら一生たどり着けないです。ね、目指す目的地があるのに反対に行ってるかもしれないし、近づいていっても直線距離ではないから無駄なんですよね。いや、どうすればいいかっていうのも後半で解説がなされています。山頂でも600部、じゃあ売ってるんだ。はい、だから簡単な言葉にそれを置き換えましょう。はい、一体何が価格を決めているのか。それはお客さんの欲求です。価格はお客さんの欲求で決まる。間違いない。2万円です。いらん。500円。いらないって。500円だったら食べるかないや、いらないね。顧客の欲求で決まる。ここはちょっとメモした方がいいですね。品質は値段の一つのファクターに過ぎない。商品が売れなかった経験がありませんか？これはそれは品質が悪かったせいではない。
顧客の欲求が。私もいるよね。なんでこんな VTuber を見られるのって、物好きなんだな。お客さんの視点として見ることができなかった。こういう感覚があれば、売れる商品というものを真似することができる。ね。させていれば、もっと値段が売れるんです。はあ、面白いですね。非常に面白い。もっと欲しいという状況にどうやってさせるのか。私が共感するのは欲しいという状況にさせるってことですね。もっとっていうかな。楽しみ。こういう NFT を売るのが楽しみです。そんな欲求答えるってランプの魔人やないんですから無理ですわ。そんな欲求なんて。欲求にはパターンがある。欲求と思いきや、人間の欲求にはものすごく典型的なパターンがあります。そのために、お客様の、人間の欲求を理解するですかね。よし。適切な漢字がないな。三大。3を数字にしたかったな。やっぱこんにちはって言って反応すべきなのかって思うんですよね。どうせ挨拶して僕は話してる間にもういないんじゃないかな。で、そのいない人に対してもこう話してるリスナーもそれって退屈じゃないかな。私の説明ってもうそれ聞いたからいいかなぐらい。その間何しようかなとか私だったら考えるので。何回も来てるんだったらまあ別ですけど。よし。なんだよ、9。その話題は、いや。人間関係とお金と健康、もろそうですね。人間の悩みは人間関係がもうほとんど決まる。それ以外もいろいろありませんかと思うかもしれませんけれど。いや、思わない。大抵の商品は売れていくそう。
何回も聞いたけど、まとめてみないとわからなかったな。そう。できることを、お客。この視点は欠落してるったな。これは大事。じゃあどうすればいいかか。オフ。よし。二択で考えてみよう。ファッションコーディネート。詐欺とかありますからね。なるほど。なるほど。売ってるものは一緒なんですよ。売ってる。なんでおしゃれと思われたかったのか。深いなぁ。あれでしょみたいな。やっぱ言葉で説明できるっていうのは強いですね。やっぱり言語化する人っていうのは賢い。問題を解決できて、それを他人に共有できる。自分ができることって限られるけど、そのサービスを人と一緒に連携してやること。強いな。なかった。そんなね、ダンスなかったな。この話は少し長いけど、必要なはず。必要なんだはずっていうか、必要だったんですよ。
ははは。ダメだな。ライブ配信するときの視聴者数6で超安定していますね。で、視聴時間が30時間。意外とこれに当たる影響、インプレッションの影響力が大きいんですよ。美味しいよ。これは、顧客の欲求。こう言い換えることができるんですよ。お腹がいっぱいじゃないけど、買ってもらうにはどうしたらいいかっていうのは、YouTube で VTuber が溢れた世の中、雑談とゲーム配信で普通だよっていう。じゃあどうしたら見てくれるかなんですよね。これは、差別化をするような配信、私みたいにね、する必要はなくて、言い方に工夫が必要だということなんですよね、おそらく。よし、やっぱりね、これはアーカイブには残らないですね、直接は。無音区間を編集したものを再度、後日アップします。精度はどうこうよりスピードが大事っていうのは勉強しましたから。皆さんいいですか。ビタミン C 錠剤から取るのもいいでしょう。タブレットから取るね、サプリから取るのもいいですよ。しかしこのリンゴはいいですか。これを食べれば魔女からもらったリンゴの真逆でございますよ。皆さん、王子様が何人も組み込んでいるという魔法のリンゴ、ぜひ。そうか、異性からモテるリンゴとか、そういうキャッチフレーズにすれば売れそうですし、そういう視点から私も変えたいと思うな。
がセールストップでございます。例えば皆さん、当日朝食べるのは割とですが、トーストだ、バターだ、牛乳だ、じゃあ何をすればいいのか。食べないという選択が健康に悪い。だとすれば、昔からリンゴ1個で医者いらず、そう健康的に痩せるためにダイエットにはリンゴを飲ますというのがですね、買ってくれる。売り方は3種類ある。商品は変わっていないんだよね。私の商品とかあれやこれやって変えるよりも言い方を変えるんだよね。これはめちゃくちゃいいんですよね。何がいいかっていうのは、これ、人の欲求落ちないようなリンゴ。これはお腹いっぱいになる、減った人が買うもんではなくて、受験生頑張ってる人に、主婦、お母さんが買うものなんですよね。人間関係の第三欲求に入ってきます。こういう発想はなかったな。人のためになるサービスっていうのは、こういう風に人に勧められていくのでしょうね。これくらいかな。すごく難しい。すごく難しい。どうやってまとめるのこれ。どうやって商品を買うのが感情を満たしたい。感情を満たしたいね。サービス、向き合う姿勢が大切っていうのはわかるけど、はい、この20分で収まるか。商品を買うのは感情を満たしたい。ちょっとこれがよくわからないんですよね。だいぶ深掘りしたな。感情を買うのは、じゃあ、商品を買うのは感情を満たしたい。三大欲求。黒板を見てロジックリツリーを書いておけばよかったなぁと、今では思うな。よし、言ってもしょうがない。
いやー、本質ですね、本質。本質。人は何のために商品を買うのか。これなんです。これを説明できる人今までいなかったな。いや、有料でやったかもしれない。なんでお金持ちになったんですかって、あの時と同じ感覚なんですよね。人は何のために商品を買うのか。大事大事。もう大事。18。品質のいい生地が欲しいのではない。そうなんだよね。その感情を買う。自分の気持ちが良くなった姿。光景をで、それを再現しようと、買いたい欲求が生じる。まあ、こんなとこでしょうね。例えば、私の YouTube を見ることによって、お金に詳しくなって、会社を辞めた自分が想像できるか、その辞めた気持ちが想像できる。それを買いたいという欲求が生まれるでしょうね。ここで当てはめといた方がいいのかな。私に代入すると、私、YouTube コンプライアンスの、コンプライアンスじゃなかった。コンテンツの、コンテンツの商品を買うことによって、フリーランスになった。いや、違うな。自由な生活をする自分が想像できるかなんですよね。妄想できるか、妄想できるか。これが重要だと思うね。これが新しい商品開発違う言い方、自分の商品を話すときに必要だと思うよ。
ダウンロード。よし。よいしょ。ああ、なるほど。あ、確かに、そう。これコメントがずっと固定してるって思うと、ずっとその人の名前が見えるってことですよね。これって必要なのかな？ OBS で変更する必要があるよね。どうしよう。工夫次第なんですよね。すごいね。そういえばこの人結論を先に言わないんですよね。要約するとそうですね。はあ、伊藤さんずっと見てるみたいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ本質的なことを言いますね。なんでかな、今までの話を聞いていないと、ってなっちゃうな。相手の感情と商品の間に置く。相手の感情と自分の商品に置く。プレゼンの、じゃあアプローチの方法に、工夫で、売れるメカニズム。商品で、違う。私が新しく学んでいることはこういう風にライブでやっていこうと思います。一見するともう超地味でつまらない配信ですね。しかし何を売ってるかっていうと、頑張る姿勢、目標、達成するためにはね、一見こういう富士登山のような地味な工程が必要だってことを、分かればよくて、こういう配信者も勉強頑張ってるんだな、
だから、ね、私も一緒の感情になれたらな、一緒に勉強しようっていうことにつながるんじゃないのと、そうですね。これは別に自分も勉強になるから続けられるんじゃないのと思っております。で、普通の配信者と違って AI 編集をして無音をカットするので、なるべく無駄なことは話さずに黙っといた方がいいんですよね。ああ、なるほど。努力を売りにする配信は、そういうキャッチフレーズ考えたことなかったな。でもめちゃくちゃ有効ですね。どうしよう。メモ帳にしとこう。メモ帳にして、ちょっとプロフィールに反映されるようにしよう。どれだ？これか？いっぱい詰まってきたな。もう消化しないと。キャッチフレーズに欠けてるんですよね。はい、こんばんは、アグナシャさん。ジークエンジっていうのは、これはポーランド語だったな。テレマカシートはありがとうで、こんにちはは何というのかな。音声翻訳もできたらいいな。よし、とにかく勉強を続けよう。あと50秒ってなってるけど、キリが悪いな。どうしようかな。なるほどね。わかってきたよ。欲しい、もっと稼ぎたいという要求をサポートするというサービスや商品になってるわけですよね。そうそう。NFT は私これ2種類出そうと思うんですよ。2000円と、2000円と1万円やってみようと思います。2000円は、とりあえずどんな風に売れるかなっていうやつ。NFT とはどういうものか、お試し。1万円は、値上がりすることは確実ですけど、儲けたいっていう人が、メインに1万円の商品をね、売ってみよう。株を発見してみよう。そう思いましたね。ここだけちょっと、聞いてる人だけお得な情報の先行情報ですね。これがちょっとわからないな。欲求をマイナスからゼロに持っていくとき、どういうこと？わかった。はい、わかりました。なんとまとめるのか、欲求により効果的な、欲求の強さ。欲求の強さか。欲求の強さを、欲求に優劣をつけるなら、いや、欲求のレベルがわかる。普通。
欲求を求めてるときが苦痛を感じてるとき、人は凄まじいスピードで動く。ですね。なんか触ってたかな。あくまでこの画面のタイムはノルマということで、最低これだけは頑張るぞって。最低、ここまでやったら、あとはね、キリが悪いからっていうことで、長続きにしたダラダラと先延ばしに性質を逆手に取った戦略かもしれない勉強法だと思いますね。そういえばこういう苦痛を感じているとき、マイナスからプラスゼロに持っていくっていうのは、宗教マニュアルにも書かれていましたね。やっぱりこれメモしていかないと一度に覚えるっていうのは不可能ですね。私は3回見たし、役者が何を言ってって復唱することもできるくらい覚えますけど、これ全部は覚えられないですね。裏側に欲求はある。だから普通の人より成績は良かったし。ね、学年首位。みんながバカって思ったこともありますけどね。逆に、あいつすげえ真似できないっていう時ありますね。あいつ、全く勉強してなかったじゃん。なんでこんな勉強できるって思いましたね。あの時に悔しかったからね。ついつい聞き入っちゃった。聞くんです。聞くんか。聞くのは苦手だな。そういえばいや、声変わったとか言われるけど、いや、特に変わってないですね。裏声で喋ってるだけです。大切なのはお客さんに聞くこと。なんだな。どうやって把握できるか。こうやってエッジを聞かせてガラガラと喋るのはできます。いや、普通にやってますけど。今までボイスチェンジを使ってこうやってずっと喋ってたので、こうやって聞こえていたんですね。これって違和感はあるんですかね。ミッキーマウスに近い気がしますけど。それはそれ置いといて、大事なのはお客さんに聞くこと。もうね、ダイレクトに聞くことです。聞く。どうやダイレクトに聞く。大事なのはお客さんの感情です。お客さん、ね、最近困ってることありませんかと。どうなんですか最近はと。いや、最近困ってるんですよ。こんなことがあります。
天才やーんって。確かに。欲求を知ることが全て。激暇な人は VTuber のゲーム実況を見てると私は認識しますけど、違うんですよね。なんかの感情を満たしてるんですよね。ワン。なんか大事なこと言ったな、普通に。二つの靴には2種類ある。少しレベルを上げた方がいいかな。ノイズ、マイクの除去。マイク除去のフィルターをもう少し上げた方が、これでとか1デシ。8デシベル。これでだいぶ、抑制レベル。じゃあ抑制レベルを、ごめん、今調整してたんで。なるほど、9じゃなくて10にしようかな。抑制レベル上げ。これでノイズキャンセラーのがもう少しきつくなりました。ほんのちょっとね、1デシベルくらいですけど。
る自信ありませんもん。欲求を見たところでどうせ1人か2人の欲求は叶えられますけど、100人200人売らなきゃいけないでしょ。しかも私天才じゃありませんから、私にできるコーチング、他の人もできるんですよ。競ったら誰かに負けちゃうような技術なんですよ。欲求を刺激したとしても売れませんもんって皆さん。大丈夫。それは全部思い込みだ。ここまで欲求を理解するんだっていうところまで分かってるけど、まだ具体的にはちょっと怖いところ。そう、まだ具体的には怖いんですよね。はい、はい。で、まあ、これでだいたい勉強、今日は終わりです。思い込みをなくす後半は小さなステップを踏む。感情が大事だというものは学んだ。じゃあ、まだ私の含め不安が残ってる。だから、不安をなくすために実際はもっと簡単なんだよって。そして、私がやれていること、プラスアルファ、これくらいだったらできるよっていうこと。あとは選べ続けるための満足度。これは、イディアムとか見てみると結構参考になるんですけどね。とりあえず、これで終わり。保存しない。というわけで、お疲れ様でした。よし。どうしようかな。最後あれやっちゃおうかな。絶対あれ引っかかると思うけど、引っかかると思うから、歌だけやっとく。もうね、誰も聞いてないと思ってやっちゃいますね。フリーズしたらもう復帰しないです。結構長く勉強しましたね。まあ、伊藤さんはとりあえず商品を作ってみるところからですよね。感情を聞くって言っても、一体誰に聞けるかっていう人もね、あまりいないですし、まあ、そう。私もね、人それぞれに段階があります。ちょっと最後に歌うだけ歌ってみたいな。いや、もうね、既存のある、もう歌だけでももう切ってもらって構わないですから。全然切ってもらって構わないんです。星野源さん、これでね、超上げてるやつバージョンなんですけど、裏声で歌いやすいんですよね。まあ、ボイスチェンジャー一切なし。もう私が上げてるだけ。自己満足で。歌ってるだけ。だけど、まあ、こういう一面もあるよっていう。この、まあ、彼女の歌だけ聞いてもいいんですけど。全然切ってもらっていいです。まあ、なんとなくうろ覚えで、もうハモる感じでやってるの。いいですね、これ。夜が明けて、空は晴れた夜で、外には小川流れ、泳がれる。間違えた。何か楽しいことが起きるような幻想が弾ける。ただ君の声を聞かせて、雲をよけ世界照らすような雲の声を聞かせて、遠いところも雨の中もすべては思い通り。この人のリンクが良かったら貼り付けます。貼り付けてねって言ったらね。ベベー、その色を越えてゆけ。星に近づいてへじえ。いつでもただ一人で歌い踊り
何か悲しいことが起きるたび、あのステアが弾ける。君の声を聞かせて、雲をよけ世界照らすような君の声を聞かせて、遠いところも雨の中もすべて同じ日が祈りほどくなら、安らかな場所にいてよ。僕たちはいつか終わるから踊る今世界照らすような君の声を聞かせて、遠いところも雨だって君の声を聞かせて、澄み渡り世界救うような君の声を聞かせて、深い闇でも月の上もすべては思い通り。ははははこれ全然ボイスチェンジは使ってないんですよ。ラグでずっと喋ってるだけです。お疲れ様です。これ絶対カットするので。テレテレンタンタンタン。全部俺の女って言ってるしね。はい、お疲れ様です。楽しかった。切ってと。これどうやって切るんだっけ？はい、切る。3、2、1、バイバイ。